い、こんにちは、桜井パンダです。これまでにアメリカ留学、チェコ留学、フランスオペア留学を経験し、現在 University of the People という、アメリカの大学でオンラインで学費無料というオンライン大学に通いながら学士取得を目指しています。これまでに、5カ国在住して、現在話す言語は5カ国語です。そのうち日本語、ロシア語、英語が話せるって言えるレベルですそうですね、いろいろ話したいことがいっぱいあるんですけど、今日は Peer Assessment っていうテーマに沿って、動画を撮っていきたいと思います。これずっと話したくって、私が入学してからこの University of the People っていうオンラインの大学の、質の高さ、教材の質の高さにすごいびっくりしていて、本当に教材の内容がよくって、今まで正規の留学をしてきた私からすると、どこのアメリカ大学も教科書はほとんど同じなんですよね。で、変わってくるのがやっぱり教授が話す話とか、たまになんか教材とはちょっと異なる、教科書じゃなくって違う、こういうビデオ見てきてねとかいうのはあったんですけど、University of the People はどういうスタイルかっていうと、基本的にどのクラスでも、教科書っていうのが渡されて、たまにやっぱり教授によってこのビデオ見てくださいとかあったり、教授によって違うっていうのはあるんですけど、全部オンラインで済みます。その点だと本当に特に正規留学してる時と学んでる内容が、学び方がほとんど一緒なので、その点だとすごい嬉しかったっていうのもあるし、安心もしました。それでですね、今までの動画だと結構私このオンラインの大学についてかなり推してたんですけど、今回の動画ではその Peer Assessment っていう点に着目して話していきたいと思うんですけど、なぜかっていうと、そこがまだ私が不満を持ってる点、この大学に対してちょっともう1年経つのかな、1年ちょっと経つんですけど、やっぱりまだこの Peer Assessment っていうものに対して不満を持っています。で、ピアアセスメントが何かっていうと、毎週エッセイっていうものが、エッセイの課題が出されて、次の週に他のクラスメート3人のエッセイを評価しないといけないんですね。で、3週目にその自分のエッセイが3人に評価された結果が返ってくるんですね。なので、9週間あるじゃないです。1コース9週間なんですよ。で、クラスによってそのエッセイ Written Assignment っていうエッセイの課題の数が違ってきて、私はもう結構上のクラスなんですけど、上のクラスの方になると毎週あるっていうイメージですね。ウィーク1からずっと。で、この2週目にクラスメートのエッセイの評価を3人するんですけど、その時にクライテリアってあって、ちゃんと評価基準が載ってて、それに沿ってそのクラスメートのエッセイを評価していきます。で、私は結構これ真面目にやってるんですけど、1時間半とかそれくらい、内容によって異なるんですけど、結構かなり時間をかけて、間違ってるとこがあったらちゃんとその評価をその評価基準の通りにつけて、でどこがダメだったかっていうのを結構かなり詳しく書いてます。5分以上で、何が不安だったかというと、その評価をするときに適当な評価をつける人がいると。で、本当にそれで結構ブログ記事にも書いたんですけど、適当な評価をする人がいて、その度にその教授に行って、もう一回再評価をお願いしますって言って、で大抵はその教授が再評価をしてくれるんですけど、そのある時ある教授が再評価をしてくれなくって、
で私のプログラムアドバイザーっていう生徒一人一人にアドバイザーっていう人がついてるんですけど、その人に相談して、でこの教授に再評価お願いしたのに明らかに不当な評価をつけられているのに、何も対応してもらえないっていう戦いを、8週間毎週続けてて、そのコースは本当に地獄だったっていうか、毎週その課題を出すたびにこれまた変な評価つけられるのかなって思いながら、すごいエッセイに時間をかけたのに、私結構本当時間かけるんですよ、4時間以上、リサーチとかも含めるし、ちゃんと参考文献もデータベースから調べるし、かなり真面目にやってて、絶対に A 取れるっていう勢いで毎回出してるので、その努力が水の泡になるかと思うとやっぱり嫌だから、毎週そんなネガティブな気持ちで宿題を出してて、でそう毎週変な評価をつけられたっていうコースがあったんですけど、それきりはもうそのコースだけだったんですけどね、その教授が再評価してくれなかったっていうのは。で、1年経って上のクラスの方になった今となっては、かなり減ったんですけど、その変なフィードバックっていうのは逆になんかフィードバックがすごい詳しく書いてくれる人とかいるんですけど、やっぱりまだなんか適当ってほどじゃないんですけど、満点つけたらコメントなしみたいなのとか、1ポイントだけ下げるんだけど何もコメントなしとか、その1ポイント何だったのとか思っちゃうんですよね、こっちも。でその1ポイントだけのために教授にわざわざメッセージするのもなんか悪いなっていう教授もみんなボランティアでやってるんですよね。だからそのボランティアでやっていただいてるのに時間取らしちゃって、この1ポイントだけのためにって思うとちょっとどうしようってなっちゃうんですけど、結局いつも連絡する形になっちゃって、ちゃんと前置き入れてこの1ポイントのためだけなんですけどみたいな感じでいつも戦ってるんですけど成績結構重要だからそうだけどやっぱりまだ、そういう人がいるんですよね。それでそのコースをそのコースで戦ってからピアアセスメントの対処法っていう感じのブログ記事を上げて、結構いろんな人からDM でメッセージが来て、これ本当に助かりましたとか、そういうのが来て本当に嬉しかったんですけど、今回の動画ではまたさらにもうちょっと工夫したやり方があったので、ちょっと紹介しようかなって思いました。で、私がやってるのがディスカッションのポストで、毎週ディスカッションが生徒とあるんですけど、そこで3人自分の投稿をした後に、3人のクラスメートの投稿にコメントをしないといけないんですね。でその後自分の毎日結構確認してるんですけど、私はちょびちょびっとこの人が投稿した後に成績どれぐらい変わってるのかなとか、そういうのをちょびちょび確認してるんですけど、このディスカッションの投稿をした後にその後3人の投稿にコメントをつけるっていうまでが絶対にやらなくちゃいけないことなんですけど、私がずっと心がけてたのが、自分の投稿にコメントをくれた人に絶対リプライするっていうので、ちょっと忙しい時はリプライできなかったりする週もあったんですけど、基本的にそのリプライ、自分の投稿にコメントしてくれた人にはちゃんとありがとうございます、私はこう思います、あなたの意見に対してこう思いますとか、いろいろ時間ちょっとかけてでみんなに欠かさずコメントを入れてったっていう感じですね。でそれで結構なんかありがとうとか、このメッセージ返ってくると思わなかったっていう人が出てきたりとか、
なんていうかなんかクラス全体の雰囲気っていうのはオンラインだとわかんないんですけど、そのピアアセスメントの時になんかみんなの評価が評価っていうかフィードバックが良くなった感じがしたんですよね。その1周目はなんかみんなそんなフィードバックのコメント欄に力を入れてなかったのに、1周目2周目3周目になったぐらいでもうみんな結構ピアアセスメントで3人の人みんなからのコメントを入れてくれるようになって、でなんでこう変わってくるんだろうって思ったら、やっぱりなんかそういう風に私以外にも自分の投稿したコメントに対してさらにリプライしていくっていう人をやってる人たちがいたんですよ。すごいアクティブなクラスメートたちが本当ありがたいでそういう人って大抵なんか週初め金曜日とかにディスカッションを投稿しちゃう人なんですけど、そういう人たちが頑張って私と同じようにリプライしてどんどんエンゲージメントを増やしていって、でそういう風になったんじゃないのかなって思いました。やっぱりディスカッションでどれだけ自分のクラスメートと盛り上がるかっていうのがそのピアアセスメントでどれくらいみんなが適当にやらないのかとか、どれくらいみんながフィードバックをみんなにしてあげるのかっていうのが影響してくるのかなって思いました。でこれに関してはずっと入学してから私やるようにはしてたんですけど、やらなかったクラスもあって、でやらなかったクラスはやっぱりなんかそういえばピアアセスメント何にもフィードバックなかったなみたいなのとか、やっぱりディスカッションってなんだろう、自分の投稿をして3人のクラスメートにコメントを残すっていうだけじゃなくて、もっとオンラインだけど盛り上げていく、みんなとイントラクションを増やしていくっていうのをやっていくと、チームっていうかクラス全体の雰囲気がすごい良くなるっていうのがあります。今現在私が取ってるのが、Organizational Behavior っていう、コースと、Business Policy and Strategy っていう2つのビジネスのコースなんですけど、Organizational Behavior の先生が本当にもうありがとうございますって毎回頭下げたくなるくらい、どのディスカッションにも生徒一人一人何人いるのかな、15人ぐらいいるんですけど、一人一人にもうなんか見た感じこうバーってすごいフィードバックを残してくれる人で、 Learning Journal も違うなんかエッセイみたいなものなんですけど、それも毎週出さなくちゃいけなくて、それに対してもすごいこんな長いフィードバックを残してくれる先生で、それだけでみんなのなんかみんなのクラスの雰囲気がすごい盛り上がってるんですよね、ディスカッションフォーラムで。だから最初私ウィーク1とかはなんか今学期は先生なんかそんなに混ざってくれないのかなとか思ってたんですけど、1週目から先生すごいアクティブで、ディスカッションフォーラムとか Learning Journal のフィードバックが長すぎっていうのを表現方法が違うんですけど、すごく長く書いてくれて、これまでで歴代1年、これまで取ったクラスで一番すごい長いフィードバックをくれる教授なんですけど、そういう先生がいてくれるおかげでディスカッションが盛り上がるっていうのもあるんですよね。でもそういう先生、そのインストラクターがいないときはやっぱり自分たちでクラスメートと一緒に盛り上げていかないと、ディスカッションフォーラムはなんかみんな今週投稿遅いなとか、みんな今週投稿早いしリプライしまくってるとかいうのは分かってきますね。でもう一個挙げるとしたら、多分ブログ記事に書いてたのは、エッセイの提出をするときにメッセージを加えるっていうので、
私これ今も続けてるんですけど、提出するときになんか軽くそのエッセイの内容を一文でまとめたり、あと参考文献ここ使いましたとか、あとエッセイではグラマリーを使ってちゃんとミスがないようにしましたとか、スペリングとかグラマーのミスがないようにしてから提出しましたとか、自分がやったことを羅列して書いてた時もあって、その時も結構評価良かったです。最近とかはやっぱりなんか上のクラスになって気づいたんですけど A プラスってあるんですね。今までは A とか B だけだったのに、今学期なんか Organizational Behavior だけ A プラスとか A が出てきて、あ、A プラスあったんだと思って、なんかクライテリアに載ってたのに一回も、ただうちの点数が足りなかったのかな、A プラスがなくて、今学期だけLearning Journal A プラスとか出て、Learning Journal で A プラス取れたと思ったらちょっとテンション上がって、でウィーク3になった時にWritten Assignment A プラスって出て、嘘 Written Assignment で A プラス取れるのと思って、なんだろう、前のクラスでも90点中90取ったやつもあったんですけど A プラスって出なかったんですよね。何だったんだろうあれ。知ってる人教えてくださいこんな感じですかね。その2つ、ディスカッションを盛り上げるのと、エッセイを提出するときにメッセージを加えるところを自分なりに工夫してみる。読んでもらいたい人に自分がどういうところで頑張ったのかっていうのをもうほんと短文でまとめちゃうっていうのが、結構次のエッセイの評価につながるのかなって、思いました。いい評価取りたいですもんね。エッセイってかなり時間かかるから、私も本当にリサーチにすごい時間かけて、結構自分がどれだけ学びたいかによってこの UO People の学習時間って変わると思うんですよね。もちろん仕事とかも忙しい人はその仕事の合間を縫って時間を見つけて勉強したりすると思うんですけど、私も仕事をしながら勉強してて、でもやっぱり今学期は本当に今までのコースと違って知らないことがすごく多すぎてすごい焦ってるんですね。でだから2日連続なんか、9時間勉強したりとかはありましたね。今までは結構バランスよく勉強してたつもりだったんですけど、今学期は結構焦ってますでも今グレーデッドクイズ取ったんですけど、Organizational Behavior は1個だけ間違えた1個だけ間違えて、ビジネスポリシーの方は満点でした。だからこんな感じで一生懸命勉強すれば今学期なんとかなるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと喋りたいこといっぱいあってまとまってるのかよくわかんないんですけどとりあえずその Peer Assessment で今1年以上UO People で勉強してて、未だにそれに対してちょっと不満を持ってるっていうので、その解決策としてディスカッションを盛り上げるっていうのと、エッセイを提出するときに自分なりにメッセージを加えるっていうことを話しました。このチャンネルではまずとりあえず UO People 今在籍しているので、それについての情報発信とか、これから9月にある国に渡航予定なんですけど、まだわからないんですよね、そのコロナとかの状況で。そのフライトのチケット、航空券全額返金してもらえるんですよ、ドタキャンしても。だからとりあえず8月中旬ぐらいまで様子見で9月になったら新しいとこ行ったり、また旅 し始めたりできるかな旅今年いろんな国に移住いろんな国に移住、そうノマドワーカーみたいな感じで、まずとりあえず9月はそこの国に行って、下見してきて、でもしかしたら日本に
日本に帰るチケットなんですけど、もしかしたら日本に帰らずそこに残るか、それかチケット通り日本に一回帰ってきて、ビザをちゃんと取って、でその国に移住しようかなって思ってますそうだから旅 Vlog とかやりたいし、料理とかも好きだし、いろいろ発信したいなって思ってます。チャンネル登録よろしくお願いしますで質問なんですけど、質問は Twitter の DM かインスタの DM で受け付けてます。もしくは YouTube のコメント欄にも残していただいてもいいです。ヤマーなんですけど、ヤマーでメッセージくれた人、なぜか知らないんですけど、パソコンを最近 iMac に変えたら、なんかヤマーにログインしてみて全然違うアカウントになってて、同じアドレスでログインしてるのに全然違うアカウントとしてログインされてたので、今まで自分がいたグループとかも全部なくなってて、メッセージを受け取れなくなっちゃったので、はい、質問とかコミュニケーション、聞きたいこととかあったらTwitter の DM かインスタの DM かこの YouTube のコメント欄でお願いします。